お待たせいたしております。タカでございます。ちょっと待ってくださいね。今日は、アプリの表示の方がおかしくなってる感じかな。ちょっと待ってください。これは一応フライングになるのかな。そうだな。自分のサブタイトルコメントが出る前の、方々はフライングということで、まずは、アルトさんこんばんはでございます。ゆかちゃんさんこんばんはでございます。ツアリハ頑張ってきました。あやかさんこんばんはでございます。サイクさんこんばんはでございます。ついに出ますね。何が出るんでしょうね。亀さんこんばんはでございます。メタルさんこんばんはでございます。レニさんこんばんはでございます。不服すぎてフライング。わかります。もう自分もお腹が減って、今は力が出ないです。ゆうなみさんこんばんはでございます。やまとさんこんばんはでございます。お茶さんこんばんはでございます。ちなつさんこんばんはでございます。YTR334S さんこんばんはでございます。あきねさんこんばんはでございます。ドロミさんこんばんはでございます。ゆうひさんこんばんはでございます。ひめみやさくらさんこんばんはでございます。あと3日で強靭となったかどうかはわからないけれども、あと3日で福岡ですよ。ヘムチンさんこんばんはでございます。かすみさんこんばんはでございます。まさみさんこんばんはでございます。皆様もお忙しいと思うので、お付き合いいただきましてありがとうございます。CCA さんこんばんはでございます。ケンタッキーさんこんばんはでございます。チャックさんこんばんはでございます。インディゴさんこんばんはでございます。ユノハさんこんばんはでございます。マソウさんこんばんはでございます。連日のリハやってきましたよ。頑張ってきました。今日は、リハはなく、私個人的に一日外出しておりましたが、昨日まで頑張ってました。チャコさんこんばんはでございます。スワンさんこんばんはでございます。M さんこんばんはでございます。ステゴマさんこんばんはでございます。みかんちゃんさんこんばんはでございます。メタルキャットさんこんばんはでございます。みささんこんばんはでございます。梅雨入りましたね。なんか、はい。沖縄は明けたそうですけど。中村さんこんばんはでございます。ラシさん、ワンバンコでございます。バッシーさんこんばんはでございます。トコさんこんばんはでございます。ヨナさんこんばんはでございます。ヨコさんこんばんはでございます。ミチさんこんばんはでございます。トゲさんこんばんはでございます。ポカラさんこんばんはでございます。大雨が心配で雪。福岡あれですよね。なんか、昨日今日もなんか、荒れる天気っていうのはニュースで見ました。仙台でお見事できる日を無理なきをお願いいたします。ライブを楽しみに来ていただければ全然、差し入れは気持ちだけでも全然大丈夫ですので、ご無理なきをお願いいたします。大樹さんこんばんはでございます。文さんこんばんはでございます。はい、リハ頑張ってきました。バンドスコア発売、ありがとうございます。やっと発表になりました。今月末の発売。佐藤さんこんばんはでございます。映像作品本当に最高。ありがとうございます。私の部分は、モザイク処理かなんかで消しといてください。最近の AI だったら多分綺麗に消せるでしょう。これで追いついたのかな？追いついたかな？では、121回目だったっけな？ツアー直前、次いつやれるかもうわかんないぞっていう感じですが、まずは直前の配信頑張りたいと思います。キャスネリ121回目スタートです。
改めまして、こんばんはでございます。ガルネリウスのタカでございますが、オープニングの、すいません、ありがとうございます。何もしてないのに、ありがとうございます。オープニングのタイトルと曲出しのタイミングを、すいません、ありがとうございます。タイミングを忘れてしまってちょっとずれちゃったよ。いやー、なんかいろいろありました。なんか特にこの1、2週間は怒涛だったな。ほんとすいません、ありがとうございます。なんか、皆さん、まだ始まったばかりだというのにすいません、ありがとうございます。いや。何から話、すいません、ありがとうございます。まだ何もしてないので大丈夫ですよ。いや、いろいろありましたね。告知もありましたし、自分は自分で、リハもこなして、もう大変な、この1、2週間は大変でございました。すいません、ありがとうございます。もう本当すいません。まず最初にね、今日ね、本当はね、ジンベエ着て配信しようと思ったんですけど、ジンベエ1枚着たらちょっと寒かったんで、外出してた服を洗濯かごからまた引っ張り出してきて着直しました。はい、ちょっとね、その代わりといってはなんですが、今日のお礼画像はジンベエの着てる写真になります。はい。次にね、配信いつできるかわかんないし、次もまた寒かったら、ジンベエ着れないので、はい。いつリアルタイムで見られるかわからないということなので、お礼画像にジンベエ写真にしました。フル加工ですから私の顔がかなり綺麗になってますよ。なんか、アプリを使ってみました。いろいろ汚い部分隠したからすごい綺麗な顔になってるよ。自分じゃないみたいになってるけど。いや。待ってね、なんか、コメントがちょっと待ってね。どこからだなんか、皆さんにいろいろ拍手やら星やら花火やらお茶箱やらいただいたので、どこだあいましょうさんこんばんはでございます。ひとみさんこんばんはでございます。そう。ね、ツアー、直前になってしまって申し訳ないですけど、ツアーグッズも、発表されましたね。猫まんじんさんこんばんはでございます。セイラさんこんばんはでございます。何でしょうね、ツアーグッズ、自分もね、その告知、こういうのがいつ告知されますよっていう連絡を受けるまで全然知らなかったのでみたいな感じでしたね。今回こうなんだっていうね。バンドスコアに関しては本当ずっと、担当さんが頑張ってくださってまして、もう現物見てないからあれなんですけど、まとめるのは大変だったろうなっていう感じはします。でも、なんとかまとめていただいて、発売にちゃんとできましたよ。もう、自分がガルに加入してからですね、何度かバンドスコアを出そうっていう話はあったんですけども、大体途中でね、みんな、これちょっと厳しいですっていうので、ポシャってたんですけど、今回ようやく、私加入15年目にして、やっとですよ。いやー、ね、現物どんなものになるのか早く見たいんですけどね。楽しみでございますね。今回、なんでしょう。ツアーグッズの、まさかの青色だったから、青がテーマだったのか、ちょっとびっくりしましたけど、助かったっていうのもあるんですよね。それは後々話しますが、クリームパンはね、クリームパンですよ。今日一日出かけてて引いてないから、だいぶ収まってますけど、
まあリハの後とか家で練習してる時とかはまあ本当にはちきれんばかりの手になっておりますよ。でね、家で弾いてる時っていうのはもう本当にね、毎日本当ベースしか弾いてない、朝から次の日の朝まで弾いてる時とかはね、指だけじゃなくて手のひらまで、手のひらっていうか、まあ、手全体がクリーム増量されててすごいことになってましたけど、今とりあえず今日一日休んだおかげでだいぶ良くなりました。良くなったというか収まりました。ツアー始まったらまた差し入れたくさんね、タスクさんいつもいただいてて本当になんかありがたいですけど、本当に持ってくるの大変だったり、やっぱそれもお金もかかってることですので、無理はせずになんだろう、会場に足を運んでいただけるだけでもうそれで本当にね、本来十分ですし、さらにねグッズも買っていただけたらそれで十分ですので、はい、ご無理はなさらないようにしてください。ミニ扇風機が早く欲しい。なんかね、まあ時期的にね冬に出しても仕方ないからね、このツアーで買って活用していただければと思うけど、現物を見たことないからどんなものか言えないし、なんかねこれじゃ夏の暑さ乗り切れないよ的なものだったらどうしようっていうのがあるから、なんか、おすすめしていいのやらどうやらって感じです。暗記パンはね見つからないので苦労しております。本当に福岡は、福岡当日入りです。なので、金曜の朝、飛行機乗って行きますよ。前乗りしたかったんですけどね、前乗りできなかったので、みんなで、まあ、いつも通りですよね。ちょっとね、飛行機移動があると、結構、体調的にというか、体力的に、高速移動ってやっぱり体に来るのか、ちょっとね、調子があまり良くないことが多いから、できれば前乗りして、翌日万全な体制でライブに挑みたかったんですけど、まあそうもいかず、今回も当日入りでございます。痩せました。本当髪の毛で隠してるからじゃないの痩せてはいないですよ。全然なんだろう、やつれたかもしれない。ここ最近ね、本当にね、最低12時間ベース弾いてますよ、私。ここ毎日。数日間っていうか、この1、2週間、なんか本当にベースしか弾いてなかった。ひどいもんですわ。それでも覚えられなかったんだよ。大変だったよ。ツアータオルの色合いがとても好み。なんか現物ほんとちょっと見てみたい。アクスタはね、まあ、多分ね、おっちゃん連中にその発想はないと思うよ。和樹さんこんばんはでございます。そこは注文しました。ありがとうございます。和樹さんもいつでも、私の、代わりに弾いていただいても大丈夫ですので、分かったら、とりあえず7曲は弾けるようになるってことですよね。よろしくお願いします。バンドスコアに関してはね、選曲は、担当さんとシュウ君とかで決めたのかな。なんかいろいろ、ベスト的な感じですよね。もうスコア注文いただきましてありがとうございます。8曲で336ページね、すごいページ数でしょ。まとめるのが大変なんだけど、現物を本当にどういう風にまとまってるのかが気になって仕方がないです。ガルネリウスさん青似合いますよ。ガルネリウスはね、もう皆さんね、メンバーかっこいいから何色でも似合うんですよ。メンバーがね、一番似合うのはどうあがいても黒ですけどね。私以外のメンバーはもう本当に黒が似合うというか、黒でしかないというかね、そんな感じですが、今回は青でございます。
スイーツ、一応ね、スイーツは買ってきたんですけど、今回、まあ、ギリギリに帰ってきてるので、コンビニに寄れず、スーパーだけ寄って、帰ってきました。なので、スーパーのスイーツでございます。コンビニスイーツではございません。私、キャラメルコーン、キャラメルコーンいいっすよね。そう、たまにね、無性に食べたくなるんだよな。で、いつもの癖で、一袋一気に食おうとして、ちょっと胸焼けするっていうね。ねえ。バングライター第2弾あっても、そうですよね。バングライター、なんか違うバージョンのやつもあってもいいですよね。なんか、まあでもいろいろ今後、なんだろう、展開が増えていくんじゃないですかね。一度作って評判が良ければ。ただ、ツアーグッズ現物もらうのはツアー始まる。そうですね、初日、福岡の会場で多分、ツアー T シャツとか、そこら辺全部もらえるんじゃないですかね。まあ、初日にもらわないと、ライブで着れないですからね、ツアー T シャツね、うちら。だからね。だから、まあ、そんな感じでございますが、まあ、とりあえず乾杯しましょうか。ゆきさんっぽく。リハ無事終わりましたっていうのと、ツアーが始まりますよということで乾杯したいと思います。皆様飲み物食べ物、そうでないものを、お手に取っていただけますでしょうか。コメントが全然追いついてないんだね。そこは AOS も入ってるそうなんです。AOS 入れたのは多分シュウ君かな。なんだか疲れたように見える。そうですね、疲れてはいます。めちゃめちゃ疲れてはいます。では乾杯したいと思います。今日はもう私はコーヒーでございますが、金曜日からのツアーに向けて頑張りたいと思います。皆様会場でお待ちしております。では、ツアー最後まで皆さんと共に健康でこう乗り切るために決起の乾杯なのかな。では乾杯。ぬるい。いやなかなかにね、過酷なリハでしたよ。本当に。今回の曲は大変、今回の曲はっていうか、ガルネリで大変じゃない曲はない。すみません、ありがとうございます。もう全部大変なんだけど、今回、すみません、ありがとうございます。なんだろうな、刻みが多いね。まあいつもだけど、いつも以上になんか刻みが多い気がします。まあその分レア君もいっぱいね、ツーバスどこどこ踏んでるんで、レア君が弱音を吐かない限り私が吐いちゃいけないんですけど、でも、年寄りな私は弱音吐いてもいいかなと思うんですよな。本当に。レア君が来たの？マジで？ちょうどレア君の話をしたところなの。本当だ、いた。レア君が乾杯してる。いやまあ今回、なんだろうね。本当レア君は何回バストラを踏んでるんだろうっていうぐらいどこどこやってますよ。なんか、自分はね、基本っていうか、刻んでも右手だけじゃないですか。言ってみたら指だけなので、ドラマーはね、両足でずっとバタバタやりながら、でもやってるから、なんかね、それができてしまうのはすごいんだけど、恐ろしいですよ。本当に。ガルネリウスの曲は大変ですよ。なんか、健康な牛乳で乾杯してる人がいる。素晴らしい。なんか赤ワインとかおしゃれな方もいるし。ちなみにレア君は何で乾杯してるんだろうね。豆板醤とかで乾杯しててほしいな。今回ね、レア君が
もう涼しい顔して、最後の一曲までずっと翼を踏む姿を見に来ていただければと思います。もう本当に大変でございました。でね、ホッピーに豆板醤を入れてるってことかな。いまいちホッピーの定義はわかんないんだけど。S さんこんばんはでございます。私は、2曲リクエストして、2曲ともセトリに入ったんですけど、ドロロン煙幕のエンディングテーマと、日テレ版ドラえもんのオープニングテーマです。そんなこんなで、ちょっとね、だらだらといつものように喋ってたらダメなので、とっとと盗撮コーナーに行きましょう。盗撮コーナーに行きましょう。で、今日はですね、ダイエット中ですので、あんまりスイーツ買っちゃいけないなと思いまして、あんまりカロリーのなさそうな、どっかでなんか白いものはカロリーがゼロって聞いたから、白メインで選んできました。で、今日はですね、ちょっともうお腹減ってさ、昨日ちょっと間違えてさ、晩飯を食べるときに、他のおかずを、あるおかずを食べようと思って、ご飯をいつもより少なめにね、1合半にしたんですよ。で、シャワー浴びて、いざご飯食べようってなった時に、そのもともと食べようと思ってたおかずを忘れてて、他のを作っちゃったんですよ。で、その作ったおかずの時は、ご飯最低でも2合炊かないと足りないんですよ。で昨日ね、1合半しか食ってないからね、でもめちゃめちゃ腹減っとるんですわ。もう、そんなことはどうでもいいんです。とりあえず、スーパーで売ってたこれにしてみました。初めて食べるものばっかりなんですが、アーモンドから行ってみたいと思います。で、その間に、写真と動画を見ていただきたいと思うんですが、今回は写真から見ていただこうかな。このブランマンジェっていうのがよく分かってないんですけど、なんか黒糖きな粉の味らしいですが、なんかね、いろんなスイーツの種類がありすぎて分かんないんだけどさ、何かしら、クリームっぽいものでございます。はい。いただきます。先にいただきってから画像表。アーモンド感はないけど、黒糖がいいね。これさっぱりして美味しい。じゃあちょっと写真行こうか。すごくあっさりしてますよ。うん。引っ張らには、なんか物足りない感じがするけど。ちょっと待ってね。おっさん消えます。スイーツ消えます。写真出ます。通算でリハが5回あったのかな。で、フル機材になったのは最後の2回だけなので、あんまりね、前半写真もあんま撮ってないです。というか、今回余裕がなくて写真あんま撮ってないです。これ初日ですね。まだメンバーが来てない時。スタッフさんたちが仕込み作業中。
で、続々とメンバーがやってきました。で、フル機材じゃないので、結構ね、狭いお部屋ですが、牛。これね、途中でね、2日目、3日目とかに変わってるけど、気にしないで。で画面に瀬戸りと映っておりますが、ぼかしてあるので、拡大しても読めないはずです。まあ、そのぼかし具合から、ネタバレしたい人は推測していただいても構わないですけども。もうね、写真はまだね、加工も簡単だから、瀬戸り写っても大丈夫なんだけど、動画になるとさ、モザイク入れるのも大変だし、これが、4日目ですね。フル機材になったリハーサルです。で、動画だと音も入るからさ、ネタバレしちゃうじゃん。で、会話でさ、曲の話とかしてるとさ、ネタバレしちゃうじゃん。だから動画今回少ないんですよ。リオン入れるとね、ずっとピーってなっちゃうからダメなんですよ。うん。全然これアーモンドな感じがしなかったけど、黒糖が美味しかったな。ブランマンジェの意味が分からなかったけど、ブランマンジェは美味しかったです。まあ、写真だけだとあんまり雰囲気は伝わらないだろうけど、和やかだけど、こう、疲れ果てておりますよ。ちょっともう一個のキーウィレアチーズを食べながらいきたいと思います。グランマジはフランス語で白い食べ物。あ、なるほど。確かに白い食べ物だったね。もう写真を見てわかる通り若さがないでしょ、ガルネリウス。もうみんな疲れてるな。ゆうきさんがいた。悪出盗撮犯がいるのか。困ったもんですな、ゆうきさん。それはゆうきさんもちゃんと乾杯してください。いや、ちょっとしばらくこの写真で止めとこうか。ツアー頑張ってください。ツアーあるんですか？
こんな感じの写真でございました。そう。クッキー。これね。今食べてんのこれね。もうキウイ食っちゃったけど。さ、お腹が減ってさ、写真終わるまで我慢できなかったよ。ああ、すみません、ありがとうございます。ああ、すみません、ありがとうございます。で、動画なんですけど、動画の加工がね、ちょっと間に合わなかったので、ところどころ瀬戸りが映ってるんですよ。ただ、動画をですね、確認したところ、拡大しても、まあ文字は潰れて見えないから、ネタバレにはならないだろうと。まあ、その潰れた文字から推測できる方はしていただいても構わないですが、ネタバレはほぼ瀬戸りに関してはないと思ってください。ね。最後の一口いただきます。なんかこのキーウレアチーズ、レアなチーズは普通でした。そんなが可もなく不可もなくな味でございました。なんだろう、レアだからかな。では動画に行きたいと思います。ちょっと待ってね。BGM 止めます。今回本当にね、写真も少なかったからわかると思うんですが、私余裕がなかったので、ほとんど撮っておりません。すみません、ありがとうございます。どういう意味ですかってそういう意味だよ。動画はだいたい5分ぐらいです。はい。まあ音量いろいろばらつきあるので、すっごいうるさい箇所もありますが、ちょっとね、お聞きの際、音量をそちらの方で調整してください。では、消します。動画スタート。聞いて衝撃を受けた。聞いたらあーっつって次のメロが口から出るかと思ったついにサビまで何も出ない。上から LR でよろしいですか。あ、これはもしかしたら俺のじゃないか。そうです。ありがとうございます。これけどどっちだわった。こっち？1番。2番。
これリバーブ使えるんだっ赤ちゃんのほらいつもほら前全然するから試しで買うのはさジョージさんは知らないだいや知ってるけどマーシーさんこんばんはでございます。あれ廃盤やからああ物がないないのよ困った話どないしようかなんか工程表見たら自力って書いてあった気がする。レガスでは自力ってああ、長野の前だと思います。車で行くんですね。新幹線で後から行きます。どうしてもアングラのライブが見たくて。うわ青み出すやつ一緒にちょっとでも一緒俺の隣にはいたくないってどうぞ。皆さん、今回は足腰を鍛えて立ちっぱなしでも大丈夫な感じにしておくといいかと思いますよ。長丁場にやります。いや素敵でした。なんでしょうツアー前の意気込みを。撮ってんじゃねえよいや、素敵でした。いや素敵でございました。撮ってんじゃねえよ瀬戸りはこれだ。やめてやめて。撮ってんじゃない。疲れてんな。お疲れのゆきさんでございました。コメントをツアー前にいただけると。竹野さんも配信する？はい、配信でコメントをちょっと。ああ皆様小野と申しますそうなんですか。はいはいお気づきじゃないとは思いますがということでよくわかりませんがよろしくお願いいたします汚いひげ剃らなきゃツアーの時は剃ります小野さんでございました。で以上でございました。もう真実のノーカットでお送りいたしました。赤裸々な真実の動画でございますよ。嘘偽りのない。すいません、ありがとうございます。今回ね、その動画で見ていただいて、ありがとうございます。お分かりになる通りですね。今回私、青鬼くんをメインに持ってきたんですよ。で、ツアーグッズが青色だったので、よかったと思って。すごい偶然でしょ？よかったよかった、本当に。そんな感じの、短い動画ではございましたが、現場の雰囲気が少しでも伝わっていただければ、各メンバーのツアーに向けての、熱い意気込みのコメントもいただけましたので、ね、ツアーも期待ができるんじゃすみません、ありがとうございます。期待ができるんじゃなかろうかと思います。本当に。今回は本当ちょっとね、いつもサブで控えに、もう上の住人がすげえうるさい。ずっと控えで使ってなかった、青鬼くんと暗黒くんをちょっとメインにしようとしたのはですね、ベース本体のちょっと鳴りがね、赤鬼くんとラテンシュくんとずっと使い込んでるのと全然鳴りが違ってきたので、これちょっといかんなと思って、練習の時にそれに気づいて、でリハでちょっと鳴らしてみて、現場でそこまで差異がなければそのままメインで使おうと思ってたんですよ。でまたそのツアーグッズとかで赤色とかだったら髪赤系で、なんかツアー T シャツ赤系で
ベース青っていうのもちょっとあれかなと思ったんですけど、運よく、ツアーグッズ青系統でしたので、一安心でございます。で、動画の途中でシュウ君がベース弾いてましたけど、シュウ君がなんかね、そのベース用のエフェクトを作ってたんですよ。それを試し弾きという形で、自分のベースと自分のセッティングでシュウ君の作ったエフェクターをかましてどうかっていうのを確認してました。はい。なので、そのシュウ君的に自分用になんか作りますよってまた言ってくれたんですけど、だから今回作ってたやつに関しての印象だと、ピック弾きにはすごく合うけど指弾きはどうかなっていう印象だったので、また、機会があればなんか作ってもらえるんじゃないかなとは思いますが、はい、そんな感じでございましたよ。で、さっきのなんかキーウィがあんまりだったので同じスーパーで同じコーナーにあったこれもちょっと不安ではあるんですけど、ちょっとね、なんか珍しいでしょ、メロンパフェ。買ってみました。いやー、なんかね、あ、チョコランさんこんばんはでございます。遅くなってしまった場合はアーカイブでお願いします。ちょっと待ってね、他なんか挨拶俺抜かしちゃってる人いるのかな。ちゃんと見てなかったけど、ごめんなさいね。ちょっとだから自分はメロンが好きなんですけど、メロンが苦手な人って結構世の中にいるって大人になってから知って衝撃を受けたんですけど、見てる方の中でもいらっしゃるのかしら。メロンを食べると舌が痛いっていう、そういう感覚わかります？なんか舌がピリピリするっていう人がいるんですけど、これフォークの方が良かったかな。いただきます。失礼。メタルさんメロン苦手。ゆかりちゃん喉が痛くなる。やっぱ痛くなるんだね。そうか。そういう感覚ないからさ、パイナップルを食べ過ぎた時に口の中とか舌が痛くなるのと似たような感じなのかな。これいわゆる本物のメロンっていうよりも駄菓子的なメロンの味で美味しい。メロンの酵素でピリピリするのか。これはやっぱり酵素ってことはパイナップルと同じ原理なのかな。一回だけピリピリしたメロン。夕張メロンはピリピリする。そうなのか。やっぱいるんだね、結構。自分そういうのないから不思議で仕方ないんだけど。パイナップルと同じ。やっぱりね。でもパイナップルも自分食べ過ぎた時以外はピリピリ来ないんですよね。なんかピリピリっていうか、すごく舌とか口が荒れる感じがする。汚い絵面で申し訳ない。なんか駄菓子的なっていうかメロンの味はするけど果汁が入ってないよみたいな味あるじゃないですか。そんな感じです。なんか本物感がない分逆に美味しく感じる。下手に本物感出すとなんか物足りなかったりするじゃないですか。意外とピリピリする人多いんだな。そうか。もうお腹減って仕方ねえです。
前回は言わなかったっけな。前回のツアーの直前、でも最終日じゃなかったよな。日だっけな。私が使用してるね、マークベースっていうメーカーのベースアンプのヘッドがあるんですけど、それが前回のツアー開始直前、初日の1週間前かな、何日前かのリハーサルの時に音が出なくなりまして、でそこでメーカーさんに送って直してもらったんですよ。で今回も、最終リハの前の日にまた音が出なくなりまして、で今回はさすがにもう、間に合わないだろうということで、おそらく、福岡広島はマークベースじゃないかもしれないという感じでございます。いろいろね、波乱万丈な幕開けでございますよ。残念な感じなんですが、マークベースではない別のメーカーのアンプをスタッフが用意してくれまして、急遽一応その、2台とともに福岡入りするんですけど、間に合えばマークベースが修理されて帰ってくる。で、間に合ったとしても3台、音を出して比べてみて、いいものを当日使う感じですね。なんだろうな、もうマークベースのアンプもなんか使わせてもらったから何年も経ってるから、やっぱさすがにガタが来たのかなって感じはしますね。なんか何個目、今日これしか食ってないですけど、これ今から食うのが初です。モンブランは1個目です。モンブランこの前見つけて買いました。なんかいい感じのプチでしょ。なんかあっという間になくなるからもう1個欲しくなるような。そう、なんか下がプリンなんですよ。ケーキじゃないの。だからなんだろう、サクッといける。なんか食べれば食べるほどお腹が減るよ。今回のツアー、私不安で仕方ないですよ。なんか私の苦手な曲がいっぱい入ってるんでね、セトリに。皆様が出したリクエスト、それが反映された結果ですよ。あとメンバーのね、リクエストも入ってるんですよ。で、多分誰がどの曲をリクエストしたんだろうっていうのが分かるとは思うんですけど、やっぱプチや足りないね。あっという間だよ。スーパーの顔にスイーツを入れてるタカさんの姿をそうですが、私がいつも行ってるスーパーの店員さんはもう多分慣れてると思いますよ。もしかしてお団子を持って、そらお団子もあるさ。スーパーといえばお団子でしょ。ゴミを片付けますんでお待ちを。いや。今回の、その
いろいろ候補曲がたくさんある中でですね、懐かしい曲が目白押しなので、まあ古くから応援していただいている方は、あの時以来久しぶりに聴けたとか、なんかね、これ生で聞いたことなかったっていうのがね、出てくるかと思います。なんだろう、楽しみにしていただければと思いますよ。本当に大変ですのでだからね、そのね、一番大変なのはね、そのレア君だからね、あんまりね、自分が大変って言っちゃいけないんだけど、でも大変でございます。なんだろう、人生で一日にあんだけ指を動かすことがあっただろうかっていうぐらい指を動かしております。で、この前さ、全然関係ないんだけど、別のスーパーに行った時に、ちょっとお米を探す旅に出てたんだけど、いつも行ってるこれを買ってるスーパーだとお米が全然なくて、で他のちょっとスーパーちょっと遠いんだけど行ってみたら、そこにはお米がたくさんあったんですよ。で、まああんまり行かないスーパーだからぐるぐる回ってたら、まあお団子とかが置いてあったんですけど、みたらしとね、あんこのやつとかミックスのパックがあったんだけど、一つさ、恐ろしい味があって、メロンあんの団子があったの。メロンですよオレンジ色のね、あんこで気にはなったけどね、さすがにちょっと買えなかったね。恐ろしくて、いつもの磯部だけど違うように見えるのはなんだろう、企業努力なのかなわかんないけど、備蓄米はね買ってないですね。自分が買ったのは、去年収穫されて今年の5月に精米したよってやつが出てたので、それまあ高かったけど買いましたね。で、うちのいつも行ってるスーパーは備蓄米すらないです。本当に米がないです。だからね、他のスーパー行くとね結構あるんですよ。なんだろう、ブランド米で別に小米とかココ米とかじゃなく、だから本当スーパーによるんですよね、同じ地域でも。でまあ今日もそうだけど、両手にいっぱい荷物を持ってる時とか機材を持ってる時にそっちのスーパーに行くことが多いので、米はいつも買えないんですけど、まあ、ここに行けばあるんだっていうのが分かったからいいかなと。新潟に磯部のお団子見当たらず、そうなのね。もう自分で作っちゃいましょう。海苔巻いちゃいましょう。まあ、値段が下がってないのはね、別になんか無理して安いものをなんか安かろう悪かろうじゃ困るので、高いなら高いで私は買いますよ。お米は私の必需品なのでいただきます。いやーね、米なんだろう、このまま本当にずっと食えなくなったら困るんですよね。なんかのニュースで前見たときに、ここ最近の日本人の成人男性だっけな、日本人の年間お米消費量がなんだっけ、105キロかなんか言ってたんですよね。年々その米の消費、一人当たりの米の消費量が減ってますとか言ってたんですけど、まあ確かにまあね、年をとともに米の消費量が減ってくので仕方ないにしても、それでも私多分年間150キロぐらいは
食ってると思うんですよね。だからね、そんな私がなんか米が買えないってなると本当にたまったもんじゃないですよ。うん。きなこかみたいなし、そうね、きなこ好きだもんね、大阪ね。全く知らない人はお米譲ってくれませんかって言うんやけど、おお、怖っ。なんか戦争中みたいだね。そういうこともあるんですね。パン食も増えてるんですかね。パンも美味しいんですけどね。パンじゃあんまりお腹こう膨らまないんですよね。先日焼きそば飯が、ジャンクフードがすごく食べたくなったので、ものすごく疲れた時は、なんかジャンクで身も心もボロボロにしたい気になるんですよ。朝お餅、朝パンに。なんかおしゃれだな、朝お餅。かっこいい。私は麺尽くし。麺もね、そう、ラーメンもね、美味しいんだけどね。まあ、私毎回、ツアー中はラーメンを食べないようにしてるんですよ。極力ね。選択肢がないときは仕方ないけど、ラーメンってほんと太るんですよ。なのでね、極力食べないようにしてるんですけどね。美味しいですよね。なんかラーメン食べると汗かくから、汗かきたくないからあんまり食べないっていうのもあるんですよね。まあ、もち米は結構ね、値段変わらずだけど、でもうちのスーパーもち米もなかったよ、もう。うちのスーパーって。よく行くスーパー。お米が置いてあるスーパーには全然もち米もあったけど。スイーツを食べた肌のケア。いや、それ、なんだろう、スイーツを食べてただ単に幸せになってるだけですよ。スパゲティならカロリーご飯の半分。そうなの？でもスパゲティってさ、パスタ茹でるのって大変じゃないですか。まあ今はそうでもないけど、自分パスタ茹でるときね、1キロ茹でてたので、結構ね、お湯の量も大変だしね、寸胴から出すのも大変。ああ、すみません、ありがとうございます。何もしてないです。もう大丈夫ですよ。肌が荒れる。あら、なんだろう。美味しいものを美味しくいただけるといいと思います。幸せな気持ちになりますよ。備蓄米は数時間並ばないと、備蓄米とかあんまり、興味はないかな。やっぱ古いお米はね、味も落ちちゃうからね、なるべくなら高くても美味しいお米が食べたい。ラーメン二郎行かないというか行ったことがないだけです。私。行かないんじゃなくて行ったことがないだけです。小野さんはラーメン大好きですからね。というかメンバーみんな好きですよ。なんだかんだ自分以外のメンバーはいろんな至るところでラーメン食べてますよ。私はツアー中は本当にラーメン食うと目に見えて太るから翌日の朝もう太ってるからだから食べないようにしてます。そうですね、パールライス。パールライスなんか懐かしい。植木鉢とお米の用意して来年に向けてお米作りました。なんかね、お米、ちょっとね、お米農家さんと専属契約を結びたいですよね。
リア君の食べてる胚芽米が気になる。なんかね、リア君何気になんか健康志向というか、体に良さそうなもの食べてますよね。水がお米作って毎年だけどさね、本当にね、それをね、急に自分の親戚で米農家にならないかなと思ったりしますよ。うちの親戚みんな歯医者なんでね、全然米作ってないですよ。成功に祈ってるさん、渡さん、ありがとうございます。ゆうきさんは山岡さん、そう、ゆうきさんもね、何気にいろんなところでラーメン食べて詳しいんですよね。レア君はラーメンよりカレーも食ってるけど、ラーメンも食ってるイメージだな。っていうか、レア君何でも食うイメージだな。ガル米、くどそう。あれでしょ、なんか、黒米なんでしょ。真っ黒なお米で、原始米みたいな感じの。なんか、噛んでもなくならなそうじゃん。BPM184 で噛まないと砕けませんみたいなさ。美味しゅうございました。今日はガルネタはもうないんですよ。本当に。ちなみにですね、これは赤鬼くんではなく試作品くんです。赤鬼くんは今回のツアーでは、サブ要員としてツアーに持っていきます。で、天使くんはお留守番な感じでございます。お腹減るね。今日、7時過ぎに最寄り駅っていうについて、晩飯をどうしようかとか、配信中に食べるものをどうしようかと思っていろいろ悩んだんですよ。で、駅前のデパートの下でなんか見てから帰ろうと思ってダメ元でね寄ったら千代田寿司に、結構残り物があったので急遽晩飯は、持ち帰り寿司にしました。で、残ってたものを全て買ってきましたよ。でも言うてもね、多分そんな量はないんだけど、で最後だから店員さんが全部半額にしてくれて、何パック買ったんだっけな。全部で全品半額ですよ。全品半額で4000いくらでした。ってことは定価で買うとみたいなね。で、お箸何膳いりますかって言われて、1膳でいいですと言いづらかったので、2膳でって言っときました。そしたらなんか多めに入れときますねって3膳4膳ぐらい入れてくれたので、はい。1膳って言わなくてよかったと思いましたね。本当にね、今度ダメ元で言ったけど結構残っててくれたので、よかった。多分50巻いかないぐらいかな。わかんないけど、数えてないから。店員さんがなんか、一応聞いたんですよ。これで今で何巻くらいですかねって言ったら、40巻ぐらいって言うから、じゃあ最後の残りの1個も買いますって言って全部買って帰ってきたんですけど、楽しみでございます。もうツアー前、最後の贅沢でございますよ。明日、明後日私はもう完全に家にこもって、もうずっと弾きますので、また。ちょっとね、さすがにね、年を感じたのが、一日中弾いてたからっていうのもあるけど、この最終リハーサルの時にね、ほんとね、本編、こうね、ずっと頭から連想してってくるじゃないですか。
後半になったらもう肩が痛くて仕方なくて、なんかね演奏どころじゃなくなっちゃって、結構ミスが多くなりましたね。でね、なんだろう、そのね手取りの曲プラスその候補曲いっぱいあるから、それをやってた時ももう血流がすごく悪くなるからですね、その痛みをもう今度は通り越しちゃって、今度ねこっち側のね血流が悪くなっちゃって、もう左目が曲の途中で完全に見えなくなっちゃって、もう前も一度あったんですけどね、その姿勢が悪くて血流が滞っちゃって、視神経に十分な視神経の周りに十分な血液が流れなくて一時的に失明するっていう、もうねボロボロだなとか思ってだからね決めたんですよ。昨日最終リハーサル終わって帰ってきてから確認のために練習またしたんですけど、とりあえず、家で練習するとき、立ってそのライブを想定してステージで想定して練習するのは4時間以内に決めようと。それ以外はちょっと座って落ち着いてじっくり弾こうと。そうしないと体がもう持たんなと思いました。ちょっとね、さすがにね、肩がちぎれそうになるぐらい痛くなるのと、視界が欠けるっていうのはいかんなと思いました。あとどうしてもやっぱね、背中腰にもくるね、長時間ずっと立って弾いてるとね、特にこの先週か1週間はほとんど寝ないでやってしまったもんだから、余計になんか体にガタが来てた感じだね。まあ本当大事にしないとねツアー乗り切らないといけないから。でも今回のね、個人的なツアーの楽しみ、完全に個人的ですよ。楽しみが一つありまして、札幌行くじゃないですか。で、札幌仙台移動するときに、おそらくこの千歳空港、新千歳空港で、手続きをして飛行機にね搭乗するまでの時間、多分1時間ぐらいいつも余裕があるんですよ。でその間でみんな現地のもの買ったりラーメン食べたりとかしてるんですけど、今回私はですね、新千歳空港の1時間なら1時間ある時間を使って買い物をしようかと思ってるんですよ。なぜならですね、去年かな、今年初めだっけな、新千歳空港にですね、ガンダムベースがオープンしたんですよ。何のこっちゃくっていう方はスルーしてください。ガンダムベースがね、北海道に上陸したわけですよ。しかも新千歳空港4階だっけな、なんかできたんですよ。で、先週自分がよく見てる、ガンプラの再販情報とか入荷情報をまとめてくれてるチャンネルがあるんですけど、そこの動画を見てたら、その、チャンネル主さんがなんか札幌行ったらしくて、札幌行ったついでに空港でガンダムベース寄ってきた。で、そのお店の状況、入庫状況を見てきたっていうので説明してたらですね、なんとそこにですよ、私が長年ずっと欲しくて買えずにいて時短打を踏んどるですね、PG アンリーシュトっていうね、60分の1パーフェクトグレードのガンダムの最新になるのかな、アンリーシュトっていうシリーズの、RX78 の2、初代ガンダムですね。それがね置いてあるんですよ。でどうやらその札幌の、ガンダムベース限定でそこに置いてあるらしいんですよね。
今、先月一応再販されたんですけど、もうマッハで予約分のみで売り切れちゃって、当然私買えず、で店頭にも出てこないし、で中古では、中古じゃないや、いわゆる転売価格とかは、まあ、ほぼ2倍の値段なんですね。で、定価が27,000円の高いものなので、2倍とかになったらもう5万になるわけですよ。さすがにそれは買えないし、私基本的にガンプラは定価で買う人間なので、よっぽどのプレミアがついて手に入らないやつとかは別だけど、基本定価で買いたい人だから、この先何年後になるだろうとか思いながらね、待ってたらね、つい先週、YouTube で、札幌のガンダムベースに置いてあるって出てたので、ちょっとね、今、もうね、自分が行くときには売り切れてるかもしれないんですけど、それが今ちょっと、今ツアーの一番の楽しみでございます。だからね、混んでて、その1時間の中で、ね、会計まで並んだりとかで買えないかもしれないんですけど、とりあえずね、ちょっとね、新千歳空港での買い物が楽しみでございます。もう本当にそれさえ買えたら、他のガンプラはもう一生買えなくてもいいって思うぐらい欲しいやつなんでね。ただね、高いんですよね。できればね、ポイントが溜まってるヨドバシで買いたいんですけどね、もうヨドバシは何年も見てないからな。予約を受け付けてるんですよ。毎回再販されるたんびに各お店とかで予約を受け付けるんですけど、予約開始ものの数秒で売り切れちゃうんですよね。もう転売ヤーもいるんでしょうけど、このガチ勢の人たちとかもう全然買えなくて、で一応キャンセル待ちリストには入れてもらってたけど、当然誰もキャンセルはせずで、再販後なんかねいろんなサイトではその転売価格で売り出されてて、もうとか思いながらね。でも本ツアーで、私に PG アンリーシュトが買えるかどうかで、仙台以降のライブの私の、表情が変わると思います。暗い顔してなんか明るい曲弾いてたら、買えなかったんだなと思ってください。でなんかシリアスで暗い曲なのにニッコニコで弾いてたら、こいつ買いやがったなと思ってください。もしかしたらね、買えたあまりの嬉しさのあまり、ライブせずに家に帰って作り始めるかもしれないですけど、ね。こんな感じの、今回のツアーなんですが、はい。そんなこと言ってたら怒られるかな。いやね、いろいろ楽しみですね。なんか夏のツアーっていうのも、梅雨のツアーになるのかな。暖かい時期の方がね、個人的にはいいんだけどね、特に私、札幌、夏の北海道が好きなので、昔か。今は北海道も暑いから変わらないか。なんかカラッとね、カーッと、スコーンと晴れてる、カラッとしてる札幌、北海道のイメージがあるから、でも冬の方が美味しいんだよね、北海道ね。でも楽しみです。毎回。ね、今回久しぶりの金沢もありますし、金沢、覚えてるのは、喫煙スペースが、一番上にあって、毎回階段で上り下りするのが大変だったってこと。会場するまでは、1階の駐車場のところで出たけど、開場してしまうとここではさすがに吸えないから、毎回何回分3回分ぐらい階段で上がってタバコ捨てたな。ね、いろいろちょっとね、皆さんもちょっと私が PG アンリッシュとは買えるように願っといてください。で、買えたら
多分もう目に見えてわかるぐらいステージ上でニコニコしてると思いますよ。まあ、ね、持っては帰れないから郵送にするだろうけど、もうね、ちょっとね、本当は欲しくて仕方がないので、ガンプラに興味がない方で全く何のことかわからないでしょうけど、まあ、もう何年も欲しくて買えないやつが、とうとう手に入るかもしれないっていう喜びなんです。はい。ね、その熱意を音楽に費やすよって感じですけど。まあでも、なんだろうね、ベースも、魂注いで頑張ってますよ。そうじゃなきゃ毎日12時間、14時間弾いてないですよ。まあ単純に私は覚えられないからっていうのもあるんでしょうけど。なんかね、その久しぶりの曲を弾いて、1ミリぐらい成長してるなって感じられるときがすごく嬉しいですね。なんか前苦手だったところが、なんかちょっと上手くなったかも。今回ちゃんと弾けてるかも、みたいな。そういうところがあったり。まあダメなところは以前ダメだったりしますけどね。まあ、ダメなところの方が多いんですけど。でもなんか、当時の記憶が、すいません、ありがとうございます。そんな、何もしてないですので大丈夫ですよ。今回、ガルネタ短かったですからね。今回も一応、すいません、ありがとうございます。申し訳ないです。ところどころで写真や動画を撮っていこうと思うんですけれども、いつにも増して余裕がないので、私、今回、前回、前々回のようにたくさんの写真と動画をお届けできるかどうかは怪しいところでございます。はい、特に移動日ならまだしも当日、すごく私バタバタしそうなので、ちょっとね、なるべく、各地の現場の雰囲気が、後日皆様にお届けできるようには頑張っていきたいと思います。もうね、メンバーに嫌な顔されようが、ね、もう虐げられようが、皆様のために私はたとえ殴られても蹴られてもカメラを回していきたいと思います。もうあとは今回ちょっとね残念なのがね、名古屋金沢で連日なんですよね。名古屋で、名古屋多分前乗りだからいいんだけど、名古屋終わってそのまま金沢に移動して翌日ライブして、多分その日は泊まると思うんだけどね。でもライブ終わりだから時間遅いわけですよ。私の記憶では金沢とかあっち方面はお店が閉まるのが早かったと思うんですよね。なので今回金沢の美味しいものが食べられないかもしれないという、ものすごく恐怖を感じ取るんですけどちょっとね、そういうね、各地で美味しいものが食べられないのは困るかなっていう。なんかね、太らないようにっていうのとちょっと矛盾してますけど、でも美味しいもの食べたいじゃないですか。だからまあね、仙台もそうですし、札幌もそうですし、だからね、で福岡の場合、基本みんなラーメン行っちゃうんですよ。私、ごまさばとか何でもいいから、ごま味噌サバでしたっけなんかそういう、なんかラーメン以外のものも食べたいんですけど、基本みんなラーメン行っちゃうから、まあ福岡ではあんまり外食してないかな、俺。広島はお好み焼きを食べに行くことが多い。ただね、まあなるべく太らないように。何気にね、その去年のツアー始める前の体重にも戻ってないんだよね
去年ツアー終わった後の体型よりは痩せたけど、去年のツアー前の体型にも戻ってないし、さらにその前のツアーの体型になんか程遠いからね。ちょっとね、困ったもんですよ。痩せない。いろいろ、この福岡までに痩せるとかはさすがに無理だと思うんだけどなるべくちょっとこれ以上太らないように、各地でなんかこいつ丸々太ってやがるって思われないように頑張りたいと思います。ほんとちょっとね困るけど、僕らも美味しいものでエネルギー補給をほんとそう、美味しいものでエネルギーと、ね、幸せな気持ちになって、翌日出っ張ったお腹を見て後悔するわけですよ。日程で気になることなんですが、仙台終わったら4日間ぐらい空くんですが、そうですね、東京に戻ると思いますね。あんな粗暴な、もう何をするかわからないような危険なバルネリユースの4人組を仙台に残しておくわけにいかないので、もうライブ終わって翌日すぐハウスってみんな一旦東京に戻すと思いますよ。衣装は着れますか？着れません。なので新しいのを買いました。はい。買いました。新しいのを買いました。今回衣装は新しいです、私。もう、パンツとブーツは同じだけど、上は全部新しいです。もう、多分衣装を見ればわかると思います。あ、こいつ体のラインを隠しやがったなって。そんな衣装でございます。代謝がね、そうなんですよ、マサさん。代謝がなくなったような感じ。なんか朝起きて深呼吸っていうか伸びするじゃん。って伸びして1キロ増えた感じする。で、歯磨いて、こうね、さっぱりしてお茶買って飲んだら1キロ増える気がする。もう全然。夏場のツアーの体力つける上でもちゃんとそうなんですよね。一時期すっごい痩せたくて、沖縄とか行った時かな。めちゃめちゃ体を絞ったんですよ。痩せなきゃと思って。痩せたはいいんだけど、その時ね、本当にね、食べてなかったから、集中力がなくなっちゃって、ライブ中でのミスがすごく増えましたね。でそれがあったから、もう食事制限をやめようと思って、もう食べたいものを好きなように食べて、運動で筋トレとかで痩せなきゃダメだなと思って、でそれで今まではなんとかなってたんですけどここ 1,2 年ですかね、なんとかならなくなってきたのでそろそろ食事制限をしなきゃいけないのかしらと、もう本当に発表に出たバンドスコア、高さのベースも載ってますね。バンドスコアなのでもう全パートというか、一応全ての音ではないはずなんですよ。ガルの場合いろいろ重ねてるので、全部を乗っけると一冊には収まらないから、ドラムベースは、基本ワントラックだからちゃんと載ってて、結城さんのパートに関してはもうこれがなきゃ成り立たないよっていうやつ優先で載ってるはずだから、なんかいろんな音重ねててちょこっとしか出てこないものは多分載ってないんじゃないかな。あとギターも何本か重ねてるでしょ。でコーラスとかもあるから、どこまで再現されてるかはわからないけど、一応その譜面のものを弾いたらちゃんと曲が成立してるようにはなってるはずです。で、私のストラグ以外に関しては私が弾いてるベースラインそのままを乗っけてもらってるはずです。で、細かいニュアンスは、そのレコーディング当初のこの音源のラインのベースラインにしてるから、現在とは若干違うところもあるとは思うんですけど、てかところどころあるんですよ。
ライブツアーを経ていろいろ変えてったりしてるので、当時のものとは若干今は違うんだけど、音源、それが収録された音源のラインになってるはずです。はい。我慢するダイエットは精神的にきつい。そう、我慢っていうかね、その苦痛になってくると、まあ運動にしても何でもそうですけど、続かなくなっちゃうので、苦労なくというか、自分に対してその習慣癖をつけるのに、なんだろうね、無理して何かをやろうとすると、多分三日坊主になったりとか、ちょっと間空いた時に再開できなかったりすると思うんで、あまりこう苦しくないように、大変じゃないような、ペースで筋トレなりストレッチなりはやってますね。でもそれをやらなきゃっていうので支配されてしまうと、それもストレスになるので、なんかちょっと、今日頭痛いからやめようとか、まあちょっと忙しいから今日はやめようとかっていう簡単にサボったりしますね。ほんと長時間練習してた後とかで肩こりひどくて頭頭痛に発展した時とか、もう無理にストレッチとかそういう筋トレとかもしないようにはしてますね。なるべく万全の体調でというか、体に不調がない時にしかやらないようにはしてますね。あんまりこう、辛い思いのイメージが残ると続かないと思うので、まあ食べ物は食事制限しないのも、なんかあれ食べたいなって恨めしく思いながら、なんかお腹ぐるぐるキューキュー言いながらね、我慢するのは嫌なので、それは基本は我慢はしないです。その時でも外食をせずに練習してるような。外食、まあ基本、みんなと美味しいとこ行きましょうっていう時以外は、基本は私部屋でこもって練習してますよ。もう、部屋でずっと一人、反省会を一人ずっとしてますよ。その前日のライブ、なんか思ったようにここできなかったなとか、ここもちょっとこうしたいなとかっていうのを踏まえつつ、結構ホテルでも、その翌日ライブ本番があるからあんまり長く弾かないようにとは思ってますけど、これでもやっぱり多分6時間ぐらいは練習してるかもしれない。そのライブのその翌日のライブの曲確認とかをするだけでも、4時間以上はかかるので、ある程度ここまでやったらからいいやって思えるのはだいたい6時間ぐらいなのかな。こんな感じ。約は週にドラムの調子がいいので新曲を派手にやっちゃってください。メールしました。そのポスト見たのがドラムだけ派手だといいけどと分かってコメントしたかったな。もうね、なんでしょう。レア君の余計な一言シリーズがね、いろいろあるからね。それに、とばっちりにね、食らわされたらたまったもんじゃないですからね。なので、釘は刺しておきましたけど。はい、そんな感じでございますが、もうさすがにね、ネタがないと困るね。もうちょっと本当はね、5日間あったスタジオの中でもうちょっといろいろ撮れればよかったんだけど、実はですね、その動画を何個か撮ってたものがあったけど、これいろいろネタバレになるなと思って、削除したものがあったりしてですね、なんかいい雰囲気だったんだけど、PA さんが確認でお経を流しちゃったとかメインで撮ってる対象者は普通なんだけど、裏で喋ってる人たちが瀬戸りの話をしてるとかね、そういうのがあったりとかね。結構ね、本来8分から10分ぐらいになりそうだった動画が結局半分になりましたって感じですね。いろいろ後々見返して
き返してたら、この会話良くないなっていうね。ツアーが終わった後だったらいいけど、ツアー直前にお見せできる、お聞かせできるものじゃないなみたいなね、そんなのがありました。お経じゃないですよ。PA が流したのはオケです。オーケストレーションです。なんだろう。なんて言えばいいんだろう。I Believe とか、ね、おける、あかねさんのコーラスとか、そういうのね。演奏陣が演奏してない部分のやつね。そこら辺。後ろの試作品、音は出ますよ。試作品っていうか、これを元に赤鬼くんを作ってるので、いろいろ改造してるので、最初に作ってから、ここのノブっていうね、つまみがあるんですけど、この位置を変えたりとか、もう、だから、よく見ると穴だらけ、傷だらけになったり、傷だらけっていうか、修正の跡が目立つんですけど、試行錯誤して、ボディの形状もね、最初にデザインを起こして向こうが作ってきたやつ、自分の思ってるものと現物にした時に印象が違ったりするから、最初の時よりもここをちょっと削りを深くしてもらったりとか、なんかいろいろちょこちょこ変えてるので、本当に試作品なんですよ。このピックアップっていうマイクなんですけど、これも、一番最初についてたものとは違うし、ここのネックのね、マイクが邪魔だな。このネックの端、フレットの一番最後の部分を、形を変えてもらったりとか、いろいろね、本当に何回も、メーカーさんが作品できましたよって渡されて、持って帰って、ここ押してください。やっぱここでした。こんな方がいいですっていうのでやり取りをしてって感じだったので、ものとしては普通に楽器なので、基本的には、完成品と今同じスペックだから、ほぼ同じ音が出ます。ただそれに至るまでの過程で、いろいろああだこうだ、切ったはったしてやってるので、なんだろうね。完全体を作る前の、本当にフランケンシュタインみたいなね、継ぎはぎだらけな感じな子なんですよ。実際この試作品をツアーで持ってってステージで弾いたこともあるのでいつのツアーだったか忘れましたけど、赤鬼くんたちが完成するまでの間、試作品でツアー回ってたので、ちゃんと音は出ますし、問題ないですよ。他の告知を見ましたところ、スコアに高さんの楽曲開発。楽曲、一個一個丁寧に言ってるわけじゃないですけど、こんな感じですよとか、ポイントを絞って、こういう風に弾いた方がいいと思ってやってますとか、自分はこういう風にやってますよっていうのは、簡単に、インタビューとして伝えてますね。細かく言ってしまうと多分、メンバーそれぞれそうだと思うんですけど、何時間も喋ってしまうだろうから、本当に簡単な要所要所のポイントが言ってないと思うんですけど、特に自分はね、弾くにあたって、ここ気をつけた方がいいとか、こういう風にした方がいいと思いますよっていうか、自分はこうしてますよっていう感じは言ってありますね。作品とね、違うところ、今はもう、この試作品と赤鬼くんはもう基本同じですよ。同じになってます。この同じ最終形態で、これでいきましょうってなって赤鬼くんができてるので、この今の作品の状態と赤鬼くんは基本同じです。最終的に OK を自分が出したから本ちゃんを作ってくれた感じなんですよ。なので。作品の名前がフランケン。いや、もう、フランケンというのは試作品くんでございます。あくまでも試作品くんでございます。もう
私に何度もお前出直してこいって言われて送り返されたかわいそうな子なんでございます。パート譜もあるというのですが、パート譜っていうのは、まあでも基本、本当どういうふうにまとめてるのかがわかんないからあれだけど、試作品なら GP0 ガンダムネタはね、みんな分かってくれないからな。ねえ。後ろのベース、シルバーのね、打天使君はね、全く違います。全くでもないか。基本は同じものなんですけど、なんだろう。まあ、7弦曲仕様なので、なんだろうね。これが普通の4弦、1弦から4弦を張ってて、こっちは2弦から5弦を張ってるんですよ。で、あと、細かいことだけど、見えるかな？このね、ここにね、ヒップショットというものがついてるんですよ。これは、こう下げることによって、音が瞬時に1音下がるんですよ。この機構をこの4弦タイプにはつけてるんですけど、シルバーと黒、暗黒君に関してはつけてないんです。なぜならですね、4弦タイプは一番低い音が E の音なんですけど、楽曲によって1音下がったロー D の音が必要になってくるんですね。それに対応するためにヒープショットという1音下げるものをつけてるんですよ。で、7弦曲仕様にしてるこの2弦から5弦を張ってるやつは、一番下が B ですね。AB の B。AB の B、ロー B の音が一番下なんですけど、まあ今のところカルネリウスでロー A の音が必要な楽曲がないっていうのもあるし、ロー A にしてしまうと本当にベースいい音にならないので、そこまで下げる必要ないなと思ってるから、うちのシルバーのラテンシュ君と黒の暗黒君に関しては1音下げる機構はつけてないです。そこはちょっと私のこだわりでございます。青鬼君、シュウ君か、これね、シュウ君、ね、ベースもうまく弾けるからいいですよね。なんかドラムもやれるし、ピアノはなんか簡単なのしかできないとかしてたけど、全楽器できますからね、歌もうまいし。ギター、ドラム、キーボード、それぞれのパートの譜面。まあ、その、バンドの、なんだっけ、それ。一冊にそれぞれのだけとかってことですか？一応そのバンドスコアっていうのは、まあ、1ページに一番上に大抵ボーカルのパートが載ってて、次鍵盤が多いのかな？ギターかな？で、まあ、ギター、鍵盤、ベース、最後にドラムっていうのが載ってる。なんだろう、全パートがまとまって載ってる。まとまって1ページに並べて載っけてあるから、それぞれのパートの譜面はありますよ。バンドスコアとしては。単体でなってないだけで。で、どれだけの分厚さになるのかどうか気になるんだよな。300ページ超えてるんでしょ？例えばですよ。ちょっと待って。出るかな？私の持ってるデランジェさんのバンドスコア。この分厚さでだいたい160ページですよ。ってことは恐ろしいね。分厚いね。これは分厚いね。
で、今のやつ、まあ当時のものだから、自分が中学高校の時のやつだから、今とは物価が違うからあれですけど、あれで定価が2600円かなんかなんですよ。で、ガンのバンドスコアって4000超えてたでしょ。ちょっと恐ろしいですね。誰が買うんだいって感じですよね。いや、デランジを知ってる方がいてよかった。自分の楽器だけの譜面だと分かりやすい。まあ確かにね、独立してると分かりやすいですけどね。なんか、ね、分かります。それは分かります。パッと見大変なんですよね。ブロック A フラットの曲、まあね、シュウ君がどう使うかですけどね。まああと、シュウ君、ユウキさんがそういう曲を作ればですけど、まあでも私としてはあんまり作ってほしくないですけどね。でも完全にベースの音が抜けなくなってしまうというか変な音になってしまうので、まあ、そう思ってるのは自分だけかもしれないんですけどね。あんまりね、低すぎるとベースの音って良くならないんですよね。AOS のページだけ何ページであるんだろうね。本当にベースの譜面、ベースだけのね、譜面を、いつもの自分の譜面、待ってね。こういう譜面あるでしょ。あんまり見せられないけど。こういうね、譜面あるでしょ。この、まあ言ってみたら何段あるんだろう。だいたい1ページに40何小節ある譜面。AOS は、それが11、2ページあったんだよね。ベースだけだよ。ベースだけでね。バンド、ね、他のパートの譜面も含めた上での1ページってなると、まあ考えたくはないよね。恐ろしいですよ。購入していただくとおっしゃっていただける方が多くてありがたい。なんか、まあ、ね、このバンドスカを買ったことをきっかけに楽器を始めていただいても構いませんですし、なんか初心者の入門編としては、ぴったりな楽譜だと思います。はい。初めて楽器を始める方、触る方にはぴったりな楽曲が揃っておりますので、ぜひぜひこれを機会にね、なんかいろいろ始めていただいてもいいかと思いますね。譜面読めない人でも面白い。まあそうですね、いろいろ面白いかもしれないですね。なんだろう、それぞれの各メンバーが思ってる、どう思って弾いてるかとか、ポイントとかを聞けるのもあるし、あと弾けないながらも譜面を見て、なんか、こんなことになってたんだねってわかるかもしれないし、まあ、オタマジャクシのね、楽譜のオタマジャクシの多さに、びっくりしていただいても構いませんですし、まあ、前もちらっと言いましたけど、担当さんがね、これは言ってないのか。そうだ。これは配信では言ってないのか。今回その譜面を提供するにあたって、まあ、データで、ミディデータと、あと譜面 PDF データとして譜面を作って送ったんですよ。向こうに財布してもらうんじゃなくて、まあ、自分のデジタル化した譜面があるからっていうのもあるんですけど、でそれを向こうに送って確認してもらって、向こうがまとめてっていうのを自分のパートのはやってもらったんですけど、まあ、ヤングギターの編集、ね、担当者の方だから多分ねベーシストではないわけですけど、
私のベース譜面を見て、こんな大変なことしてたんですねって言われましたよ。この曲後半きつくないですかとかって言われて、後半どころか前半からきついですよっていうね。とりあえずそのベースの音数の多さにびっくりされてましたね。もう延々と16で刻んでますけど大丈夫なんですかみたいな。でもそれを作曲者に言ってあげてくださいっていうね。純一さんとついさんもごめん、そうです。純一さんは何の曲やったんだろうな。ついさんはストラグル。ストラグル、リレコーディングしてないから、音源的にはそのついさんが弾いてるから、自分は弾いてないですからね。だから、ついさんが、当時を振り返りつつ、それについてコメントしてもらってて、純一さんもその、当時の音源で純一さんが叩いてる分に関しては、いろいろやってるはずなので、今回の選曲だと多分レア君が叩いて撮ったものがなかったのかな。だから、レア君ならこう叩きますよとかっていう解説も含めてだと思うので、それぞれの、プレイヤーの視点からのコメントっていうのは面白いかと思いますよ。バイオリンパート、そうなんだ、ストリングス系のパートも載ってるものはあるんじゃないかな。全然、ギターパートをバイオリンで弾いていただいても大丈夫ですよ、それは。止めはしません。音符が見たことがないから、本当にね、多分真っ黒になってるかもしれないですよ。なんか、おたまじゃくしどころか、軍隊槍がこう一斉にガーってなんか歩いてるような、すごい黒い譜面になりそうですけど。ね、いろいろ。そこは僕は10年後にガール様の女子コピー版を作るから。女子コピー版。ギャルネリウスですか。これは面白そうだな。もう女性ドラマーでガルネリの曲をなんかバコバコ叩けてたらチポカンとなりそうだな。いろいろとね、バンドは活用していただければと思います。本当、でも決して私よりうまく弾くのはやめてあげてください。私悲しくなってくるので。これ以上練習したら本家より上手くなってしまうと思ったらもうちょっとそっと閉じてください。ね。はい。悲しくなるので、私よりうまく弾かないでください。もう私よりうまく弾けてしまった暁にはですね、指を一本折らせていただきますので、諦めてください。そんなこんなで、だらだらと話してたら、もうこんな時間になりましたよ。もうそろそろお寿司を食べないと、消費期限が過ぎちゃうよ。ガルネリスの曲で一番優しい曲。何を見て優しいかっていうのも、変わってくると思うんですけど、他のパートのことは置いといて、ベースに関して言えば、バラードとか8部主体の曲は指の負担はないですよ。楽ですよ。体力的にも楽です。ただ、曲のノリとか、そういうことを考えると一番難しくなるので、難しいですよね。全体を通して優しい曲っていうのがガルないんじゃないかな。何かしら苦労してるからな。だから何が優しい曲。でも基本的にね、ガルって楽器初心者用の代名詞な曲ばっかりだから、
軽くちょっとお試しに弾いてみるかって取っかかりやすい曲だと思うので、ぜひ、チャレンジしてみていただければと思いますよ。なんなら、キーを上げて歌っていただいても構いませんし、なんかね、テンポを若干上げていただいても構いませんし、ね、右利きだけど左利き用の楽器で弾いてみるかみたいな、そういう遊びもできるかもしれませんし、いろいろ各自で独自で楽しんでいただければと思います。ある程度なんかね、ちゃんと弾けるようになったらなんか動画に上げていただいて構いませんし、うまさのレベルが一線を越えたら言ってください。潰しにかかりますんで、そこは遠慮しません。はい。ね。いや、そんな感じなので、今日もね、数少ない、ガルネタを引っ張ってここまで喋ってしまいましたが、もうツアーも始まります。福岡が金曜日、日曜日が広島、楽しみにしております。もう、良い初日、良い2日目を迎えられるよう、明日、明後日と、最後の悪あきをしていきたいと思います。少しでもちょっとお腹が引っ込められるように頑張ります。はい。ちょっとね、髪の色もね、ちょっと時間に余裕がなくて全然染められてないんで、白髪が目立っちゃってるんですけど、福岡までには染めたいと思います。ちょっと美容室に行けないので、自分でやって、もしかしたらおでこが真っ赤に染まってるかもしれないし、また、脳天真っ赤になって分け目が変わってるかもしれないですが、その時はちょっと察してください。またかと。そんな感じでございます。次回ちょっとね、配信がいつができるかわからないんですが、余裕ができれば、どこかしらで、配信をしたいと思っております。で、ツアー中、週末いないことがね、多いから、土曜日の10時の配信っていうのはできないかもしれないっていうか、おそらくできないであろうと思います。なのでまた平日になると思います。で、今回の今日の配信に関してはちょっと私は1日外出しなきゃいけなかったからっていうのがあって、いつも通りの10時にしましたけど、もしかしたら平日の配信の時は9時とか9時半スタートにするかもしれないです。できるだけ早めに始まって、平日のお仕事の皆さんが早く寝られるように、翌日の朝に響かないように努めていきたいと思いますが、ちょっと何事もちょっとね決まってないので、次回いつになるかとは言えないんですけれども、余裕を見てできそうだったら、配信していきたいと思います。結局はその撮った写真と動画を編集した上で、見せられる状態になるかどうかっていうのもあるんですよ。今回の配信を編集してアーカイブに上げたりとか、そういう作業も含めて諸々のものが全部、準備ができたら配信しようと思っておりますが、おそらくまた平日になると思います。でしばらくもう1ヶ月以上配信ができなさそうだなと思ったら、ちょっとゲリラ的にラジオで弁明させていただきたいと思います。ほんとちょっと申し訳ないですけど、なかなかね、不器用なんで私時間かかっちゃうんですよね。なのでただ、ちょこちょこと、隙間を縫って配信ができるように頑張りたいと思います。それまではですね、配信ができるまでは、他のメンバーの配信だったりツイートだったり、そういうものを見ていただいて、あとは、会場で現物の黒い4人衆を見ていただいて、こんな黒い4人に囲まれて唯一の白い
タカさんかわいそうだなって思っていただければと思います。この過酷な現実を会場でぜひ目の当たりにしてみてください。私はどんだけ黒い4人に囲まれて苦労してるかっていうのを後で感じ取っていただければと思います。ではでは、今日のところはここら辺で勘弁してやろうと思います。久しぶりだよな、12時前に終われるの。すいません、ありがとうございます。もう終わりだから大丈夫ですよ。ね、レア君も黒なんて、レア君黒以外の何者でもないですよ。もう、あんだけ黒いから白い服を着たがるんですよ。もう他のメンバーに関しては、あまりにも黒すぎて白い服着てるのに黒に見えてるだけですからね。あれ本当脱いだら全部白い T シャツところから。ね、まあ本当できる時に配信していきたいと思います。多分他のメンバーも余裕ができたらちょこちょこやってくれるとは思うんですけど、あまり、なんだろう、本当すみません、もう終わりなので大丈夫ですよ。あまりこうネタがね、たまらない程度に定期的にはサクサクと、配信していけるのが理想だと思っているので、はい。いろいろ、私、出先でも配信できないかと、今、配信ができるようなノートパソコンを探しておりますので、もしか間に合えばツアー中も配信しますけど、ツアー先でね。すいません、ありがとうございます。本当もう終わりなので大丈夫です。ではでは、皆さんもゆっくりお休みになってください。梅雨入った地域が増えまして、北海道以外は入ったのかな。体調崩しやすくなってくると思います。ジメジメでね、なんか、今後は熱中症もそうだけど、あと食べ物も気をつけないとすぐ腐っちゃいますしね。皆さんで健康を維持して、本当の万全の体調で、会場に足を運んでいただければと思います。会場でぜひ、なんかね、みんなで楽しい時間を過ごせたらと思いますので、メンバー一同会場でお待ちしております。ではでは、終わりますよ。はい、ちょっと待ってね。これでいいんだよな。ちょっと最後に一つだけ愚痴らせてほしいんだけど、愚痴らせてほしいんだけど、このさ、このね、ガジェットね、これ、左手ガジェットってやつね、つい最近、昨日、一昨日か、ソフトウェアのアップデートがあったんですよ。いろいろね、プラグインもアップデートがあったんですよ。そしたらさ、使い勝手がすっごい悪くなっちゃったの。もう、なんで今この時期にみたいな、なんかね、っていう気持ちを最後に、投げつけさせてください。さすがに一人暮らしだとね、誰にもね、そういう不満をぶつける相手がいないのでね、最後の最後で迷惑でしょうか、受け取ってください。これが私の配信でございます。ではでは、ゆっくりお休みになってください。結局日付変わっちゃった。では、はい、会場でお会いしましょう。おやすみなさい。